こんにちは、ミッキーです。今回は久々の海外特集、シドニー必見スポット19選です。先日3泊4日でオーストラリアのシドニーに行ってきました。ですので、その様子をお届けします。私自身初めてのオーストラリアだったので、普段のカフェ巡りで鍛えてきたリサーチ力を活かして可能な限り気になるところを巡ってきました。定番といえるオペラハウスはもちろんのこと、同じく世界遺産のブルーマウンテンズなど芸術的な空間から大自然までたっぷりと堪能した様子をお届けします。円安でありつつ、海外旅行も効果的にコスパよく過ごしたい今だからこそ、ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、気になるところから巡ってみるようにしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。今回は成田空港発のジェットスター航空にてケアンズにまずは到着。ケアンズの動画は別途作成予定なんですけども、まず今回シドニーの様子をお届けします。こちらはシドニー国際空港。ケアンズからシドニーへはバージンオーストラリア航空の国内便にて移動しました。参考までに成田からケアンズまで15万5000円、ケアンズからシドニーまでが4万4900円、プラス自宅手荷物代で1万4000円かかりました。さて、ここで海外旅行保険についてご紹介します。海外旅行保険は個人的にエポスカードで付帯することをお勧めしています。おすすめのポイントは何といっても保険適用条件が簡単であるところ。パッケージツアーはもちろんのこと、航空券を購入したり、空港に向かうまでの電車、バス、タクシー代、いずれかの一つの支払いをエポスカードで行うだけで海外旅行保険が付帯されます。この手軽さがおすすめなので、まだお持ちのない方は、ぜひこの機会にカードに契約してみることをお勧めします。本動画の概要欄にも載せていきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに私が普段使っているのはビューカードと楽天カードなんですけども、まずはビューカードについて、こちらも結構お手軽になっています。と言いますのも、ビューカードでチャージしたスイカで空港まで移動することでも保険が適用されます。また、ツアー料金の支払いでも適用されます。ただ先ほどご紹介した航空券の購入は適用外なので、そちらはエポスカードの方が利点があるかなと思います。そしてもう一つ使っています楽天カードですけれども、こちらはツアー以外の支払いは適用されずに、例えばツアー申し込み忘れた場合に、エポスカードやビューカードに関しましては空港まで移動するだけで適用されるんですけども、残念ながら楽天カードはツアー以外の支払いでは適用されませんので、そこがお勧めしていないポイントになっています。ちなみにオーストラリアの交通機関に関しましては、いずれもクレジットカードのタッチ決済のみで移動することができましたので、ぜひタッチに対応していますクレジットカード、特にエポスカードをお持ちの上で海外旅行に行かれると安心かなと思います。今さっきのシドニー国際空港でお伝えできてなかったので、帰りの飛行機について少しだけご紹介しますと、帰りは中国南方航空にて、シドニーから広州経由で羽田まで13万8000円で比較的リーズナブルに移動することができました。このあたりの詳細が気になる方は、ぜひコメント欄などで質問していただければ、私の方で詳細をお答えします。さて、今映していますのはシドニーの街並み。シドニーは比較的治安も良くて、とても過ごしやすい印象でした。また Wi-Fi スポットも多くて、最近ですと日本で使っている SIM のまま追加料金を払うことですぐ使えます。私も事前に Amazon で SIM カードを購入したんですけれども、私自身前日までに開通処理ができてなかったので、緊急で POVO の回線を利用。ただ Wi-Fi につないでお金を払うことですぐに使うことができました。さて、ここからはサーキュラーキーという場所をご紹介します。シドニーではご覧のようにトラムで移動することが多かったです。こちらのサーキュラーキーはシティの中心部であり、シドニーを代表する観光名所でございます。周辺にはこの後ご紹介するシドニーの観光名所、ハーバーブリッジやオペラハウス、ロックスなどが点在しています。こんな美しいサーキュラーキーですけれども、もともとはイギリスで増えすぎた囚人の流刑場所として利用された場所。ただ人のあるところに歴史あり、多くの人が集まることでオーストラリアの文化が徐々に形成され、今や世界三大美港に選ばれるほどにまでなりました。さて、そんなサーキュラーキーから徒歩1分にありますのが、こちらのカスタムハウスという場所です。18世紀半ばから1990年まで使用された国内初の税関施設です。
現在は私立図書館、カフェ、レストランが入居する仕組みになっていまして、入り口入ってすぐの1階ではシドニーの街並みがわかるジオラマを確認することができます。また入り口にはソファーがあり、ゆったりとくつろげるんですけども、浅く座って寝っ転がっているように見えると注意されますのでお気をつけください。こちらの最上階にはシドニーの港が一望できるカフェシドニーが、もちろんオペラハウスを望めるのでおすすめです。ただ一点、お店は完全予約制になってますので、インターネットおよび電話から予約しておいてください。続いてはシドニーハーバーブリッジです。こちらは1932年に完成したアーチ橋、92年の歴史を誇ります建造物です。シドニーハーバーブリッジはオペラハウスと同様にシドニーを代表する建物。ハーバーブリッジを歩いて渡ることもできますので、ぜひそちらもご体験ください。知名度や歴史はもちろんのこと、規模としても地球上で最大の銅製アーチ橋。世界有数の美しい港を結ぶ橋として地元で長年愛されています。ハーバーブリッジの麓ではこういった形でオペラハウスを眺めることもできますので、天気がいい日にはさらに美しく眺めることができます。こちらの橋は建設にかかった期間が8年間。長いようにも感じますけれども、これだけの大きな橋が8年で出来上がったと思いますと、その速さは妥当、むしろ速いくらいかもしれません。橋のデザインはニューヨーク市のヘルゲート橋に影響されたと言われています。5万3000トンの鋼鉄とリベットと呼ばれる工具600万個で作られています。全長503メートルにわたるアーチ。橋全体はなんと1149メートルにもわたっています。頂上は水面から134メートルとなります巨大な建造物。また、橋の両端にあります塔も見どころの一つ。今回はこちらのバイロン展望台に入場しまして、塔の上から橋や港を眺めることができました。ちなみに入場料は大人1人20オーストラリアドル。実は構造上は意味のなしてないこちらの展望台。橋の見た目のバランスを整えるために作られた建造物ですけども、後に対空砲が設置されることで、第二次世界大戦時にはオーストラリア防衛の機能を備えたとのことなので、人々を見守り続ける意味の大きい塔だと感じています。続いてはオーストラリア発祥の地とも言われていますロックス。有名なのはロックスマーケットと呼ばれていますフリーマーケット。土日のみ開催とのことで、今回はタイミングが合わず開催がなかったんですけれども、フリーマーケットの多いシドニーにおいても特に有名だとのこと。現地の空気を知るという意味でも訪れると良さそうです。ちなみにこの日の目的はロックスで超有名なパンケーキ屋さん、パンケークスオンザロックス。名前の通りパンケーキが有名なお店で味は間違いなし。実はステーキやピザ、朝食プレートなどお食事系のメニューも豊富なので、カフェタイムやモーニング以外での訪問もおすすめです。別途シドニーのグルメ特集も組む予定なので、そちらも楽しみにしてください。続いてはシドニーの鉄道網の中心であり、近郊電車シドニートレインズと長距離列車トレインリンクが発着するこちらのセントラルステーションです。駅の規模と乗降客数は州内で最大の駅。こちらのセントラル駅の前身となるシドニー駅は1855年に開業しています。当初は木造だったんですけれども、1874年には利用者の増加に伴いレンガ造りの駅舎に建て替え、その後新ターミナル駅への移設が決定し、1906年に現在の駅舎が完成しました。その後も人口増加に伴って駅は増設が進みまして、巨大な駅へと変貌していきました。そんなセントラル駅から移動して今回はブルーマウンテンズに訪れています。都市のイメージが強いシドニーにおいて個人的に強くお勧めしたいのがブルーマウンテンズ。世界自然遺産でもあり、圧倒的なスケールと息を飲む美しさが魅力にもなっています。シドニーから約2時間でたどり着けます雄大な自然あふれる国立公園。セントラル駅からは先ほど映していましたカトゥーンバという駅から向かうことができます。ここからこの後ご紹介する観光スポットシーニックワールドへ向かうんですけれども、歩いても30分ぐらいでご覧のような景色を眺めながら伺うことができます。天気が良ければ商店街と住宅街の様子も眺めることができますので、ぜひ確認してみてほしいです。今映していますこちらは最寄り駅のカトゥーンバから移動してたどり着きますエコーポイントという展望台。
こちらではブルーマウンテンの中にありますスリーシスターズを見ることができます。何千年もの時間をかけて岩が風化することで形成された3つの岩スリーシスターズ。何千年もの時間をかけて岩が風化することで形成されました。そんなブルーマウンテンズの正式名称はグレーターブルーマウンテンズ。ブルーマウンテンズ国立公園を含む原生林に覆われた100万ヘクタールに及ぶ広大なエリア一帯を指しておりまして、世界自然遺産に登録されています。ご覧のように天気に大きく左右されますので、事前に確認の上、可能であれば天気のいい日にブレーマウンテンズを観光、天気がいまいちな日を市内観光に当てると良さそうです。移動中には美しい景色や現地の鳥などを見ることもできますので、体力に自信がある方は歩いて移動してみてください。さて、ここからはブルーマウンテンズで欠かせない観光スポットシーニックワールドのご紹介。ブルーマウンテンズの絶景をいろいろな角度、方法で楽しめるスポットで、楽しむための乗り物も個性的。全部で4種類体験できますので、今回は1つずつご紹介します。アンリミテッドディスカバリーパスを購入することで、今回ご紹介する全てのアトラクションを体験可能。大人1名50オーストラリアドルで購入することができます。ネットでの購入も可能なので、空き時間にサクッとご購入ください。まずは地上270メートルを移動できるシーニックスカイウェイ。こちらは1958年に運行を始めたオーストラリアで最初にできたケーブルカーです。360度全方位をガラス張りで見渡せることはもちろん、足元もガラス張り。まるで空中を移動しているような感覚で大自然を楽しむことができます。続いてご紹介しますのは、シーニックワールドで一番歴史のある乗り物であります名物アトラクション、シーニックレイルウェイ。斜めを滑り落ちるトロッコで新感覚の移動手段、インディ・ジョーンズのテーマ曲がかかり、まさに洞窟探検のような感覚で楽しむことができます。移動は下から上も可能ですけれども、ご覧のように上から下の方が迫力抜群。超急勾配の列車を体験することができます。標準設定では52度の傾斜なんですけれども、スリルを味わいたい方はご自身の調整で64度にすることもできます。せっかくなので思い切って急にするのが個人的にはおすすめです。そこまでスピードは出ないんですけれども、途中ほぼ直立しているようなくらい縦になっていきますので、スリル満点。一方で安全もありますので、ぜひ体験してみてほしいです。もともとは炭鉱から石炭を運ぶために作られたのが始まり、1928年から1945年にかけては平日に石炭を運び、1945年以降は週末には乗り物として一般利用されていたようです。到着後の3つ目のアトラクション、こちらはシーニックウォークウェイです。先ほど炭鉱のご説明をしましたけれども、そんな炭鉱の様子を見たり自然あふれる空間を体験できるのがこちらの施設。10分のショートコース、30分のミドルコース、50分のロングコースがあるので、時間とご自身の体力を考慮しつつ、お好みの道で散策をしてください。ジュラシックパークさながらの雰囲気の空間で、90種類以上のユーカリをはじめ、130種類以上の地域固有の植物が自生していると言われますブルーマウンテンズの大自然を感じてほしいです。こんな形で景色が抜群でございますので、ぜひ写真や動画を撮ってプロフィール画像等にもしてみてほしいです。さて、ちなみにこちらのシーニックワールド、営業時間が限られていまして、最終バス等のつなぎ合わせもありますので、係の方もご案内していただくことができるんですけども、皆さんも旅の計画の中で最終バスが何時かというところですとか、ご紹介したシーニックスカイウェイ、シーニックケーブルウェイ等の最終便がいつかという情報を頭の中に入れながら散歩コースも選んでみてほしいです。そして最後はシーニックケーブルウェイ。先ほどのシーニックスカイウェイとはまた違ったアトラクションで、こちらは一度に84人が乗車可能。同じく全方位ガラス張りの乗り物なので、大自然を眺めながら移動することができます。全長510メートル。先ほどご紹介したハーバーブリッジのアーチ部分と同じくらいの長さの移動をぜひお楽しみください。続いてはハイドパーク。1810年、ロンドンのハイドパークに倣って名付けられた公園です。広々とした芝生や遊歩道が魅力的で、今回の旅でもフラッと訪れつつ満足感の高かった場所です。園内にはフランスから贈られたアーチボルト噴水や戦没者を慰霊するアンザック戦争記念館がありまして、特にこちらの噴水前はフォトスポットとしても抜群。この噴水は第一次世界大戦中のフランスとオーストラリアの間の同盟を記念したもので、ブロンズと花崗岩で作られているようでございます。
ぜひ休憩も兼ねつつお気に入りの1枚を撮影してみてほしいです。そんなハイドパークのすぐ隣に位置しまして、木々の間からも鋭く尖った2つの塔が顔を覗かせますセントメアリー大聖堂。大都会シドニーの市街地にありながら緑豊かな自然の中にそびえ立つこの教会は市民の憩いの場ともなっています。今回訪れたのが2月で、まさにシドニーでは夏。外は常に暑かったんですけれども、大聖堂内は涼しく、一息つくのにもぴったりでした。非日常空間になっていますので、その中で瞑想することもできそうです。もちろん日曜日は礼拝と重なることもありまして、写真や動画の撮影が NG になりますので、その点だけご注意ください。セントメアリー大聖堂は2つの塔を持つゴシック建築。塔の高さは74メートル。奥行きは最大107メートルありまして、南半球で最大のゴシック建築とも言われています。また、同時にオーストラリアで最も古いカトリック教会で、作られたのは19世紀中頃。その後、1865年の火災によって消失してしまったものの、以後60年以上のもの歳月をかけて、1928年に再建。現在にまで続く由緒正しき建物です。大聖堂内には様々な魅力があるんですけれども、西洋絵画だったりとか、あとは一つ一つ違うステンドグラスが魅力的です。日本ではお寺や神社があるかと思いますけれども、こういった大聖堂などは日本ではなかなかお目にかかることができないかと思いますので、ぜひこの機会に訪れていただいて、その空気感感じてみてほしいです。ちなみにこちらの建物は芸術性もとても高くて、シドニーの左岸で建てられておりまして、世界で最も優れた英国式ゴシック様式の大聖堂の例の一つとみなされています。さて、今回のシドニー観光にて利用しましたのは、こちらのメリトンスイーツキャンベルストリート。5つ星のホテルとのことで、期待度は高めであったものの、正直なところ5つ星っていう感じではございました。価格はスタジオラグジュアリースイートの3泊で 96,017 円。冒頭でご紹介した通り、その前にケアンズに泊まってたんですけども、そちらが2泊で 36,800 円。かつ最高のステイだったので、個人的には少し不足を感じました。にしても日本は安いですよね。クオリティ的には日本の三井ガーデンホテル系列の方が個人的には満足感高いかなと思っています。ちなみにテレビにはネットテレビみたいなものがございましたので、Netflix や YouTube をつないで見ることができたという点は満足感が高かったです。あくまで参考として見ていただければと思います。続いてご紹介しますのは、19世紀の建造物を改装した商業施設、クイーン・ビクトリア・ビルディングです。ステンドグラスなどで装飾されまして、優雅に買い物を楽しむことができる注目施設。もともとは1898年、地元シドニーマーケットがあった場所に、当時の英国国王、ビクトリア女王の即位50年を記念して建てられたこちらの建物。ロマネスク様式の半円アーチを用い、ビザンチン様式のドームに加えまして、外壁は玄武岩、中の階段は大理石のモザイクタイルを使用するなど、細部にまで気を配って作られていまして、豪華絢爛。当時はシドニーを代表するコンサートホールとして利用されていて、そこに併設する形でカフェやショールームが併設していたとのこと。開館当初、当時の市長がコストを抑えることで、街にはより多くの宿泊施設が提供できたかもしれない。ただ、それ以上に偉大な未来を築くための無限の可能性を追求したいと述べておりまして、クイーン・ビクトリア・ビルディングにかける思いは強かったことが伺えます。その後、老朽化のため、一度は取り壊そうと思った声もあったようなんですけれども、1984年、ショッピングセンターとしてリニューアルされ、息を吹き返しました。総勢200を超す小売店やレストランが入っておりまして、デザイナーズブランドはもちろんのこと、ファッション雑貨、ぬいぐるみ、毛皮、お土産などなど、観光客向けのお店も入店していますので、お土産探しにも良さそうです。3階にはクイーン・エリザベス元女王の王冠のレプリカがあったりとか、天井から吊り下がっています2つの大きな時計があったりするところも見どころ満載。買い物を予定していない場合でも、ぜひ観光スポットとして魅力的なこちらの空間、訪れてみてほしいです。もちろんご覧のように内観だけではなくて外観も作れています。こんな噴水のようなフォトスポットもあったりというところで、いろいろなところに魅力が詰まっていますので、お気に入りの場所で写真等を収めてみてほしいです。
ちなみに立地的には中心街にありますので、他の予定が終わった後にフラッと立ち寄っていただくぐらいの感じでもいいかもしれません。ちなみに営業時間が少し変わっていまして、閉館の時刻が月火水金土は6時、日曜日は5時、木曜日のみ9時までになっていますので、その点はご注意ください。続いてご紹介しますのはパディーズマーケット。なんと約150年の歴史を持つマーケットです。マーケット内は2つのセクションに分かれていまして、1つは生鮮食品売り場、もう1つは雑貨やお土産売り場。アジアらしさ満載な空間で、東京でいうとアメ横のような印象かもしれません。ご覧のように生鮮食品は見た目からも抜群でございますので、気になるものがあったら購入してみてほしいです。ちょっと品質にムラがあったりとかしますけれども、コストは抜群です。あとは偽物っぽいものを含めた雑貨も非常にリーズナブルで、ちょっと癖がありますけれども、お土産にもおすすめになっています。続いてはシドニーにおいてひときわ目立つフォトスポット。こちらはルナパークです。ご覧の通り、大きな口を開けた顔の門が目印の遊園地。観覧車やメリーゴーランド、大きな滑り台や鏡の迷宮のほか、昔懐かしい的当てやピエロの口にボールを入れるゲームなどもございます。ノスタルジックな雰囲気がとても抜群。この日は残念ながら休館日だったので、アトラクションを楽しむことはできませんでした。ただ、施設内を覗くことはできますので、たとえ閉館日でも諦めずに訪れてみてほしいです。基本的には、開館日は金曜日から日曜日にかけての週末。月曜日、木曜日も開館していることが月に1回ずつぐらいあるんですけれども、その辺は不確定なので、ぜひ事前に公式のホームページを確認していただいて訪れてみてほしいです。ちなみにアトラクションは有料ですけれども、入場は無料なので、サンバがてらブラブラしてみるのもおすすめです。そんなルナパークからの移動で使ってみたいのが、シドニーにおいて欠かせない車、バスに続く3つ目の交通手段、フェリー。シドニー周辺は大きな港によって南北に分かれておりまして、場所によっては電車やバスよりも効率よく移動することができます。そんな市民にとっては欠かせない乗り物であります、こちらのフェリー。サーキュラーキーを中心にマンリービーチやタロンガ動物園のほか、ワトソンズベイやダーリングハーバーなど人気観光スポットへの移動にもおすすめになっていますので、ぜひとも乗ってほしいです。移動手段ではありつつ、シドニー湾から眺めるオペラハウスやこちらのハーバーブリッジなど、フェリーだからこそ実現できるアングルでの撮影や海風を感じる体験は、ここシドニーならではでございますので、ぜひ体験してみてほしいです。乗船に関しましては、電車やトラム同様、クレジットカードのタッチのみで可能。皆さんもクレジットカードもしくは Google Pay や Apple Pay などのスマートフォンを持っていただくことで、そちらをタッチするだけで乗ることができますので、むしろ日本よりも発展しているような印象すらあるような、そんな街の交通手段でございました。続いては、シドニーにおいて絶対に外せない施設、オペラハウスです。こちらは1973年に完成した世界で有名な20世紀を代表する建築物です。施設の名前の通り、オペラハウスではコンサートや劇やイベントが開催されます。シドニーの象徴であり観光スポットにもなっているオペラハウス。中でも特徴的なのは屋根の形。帆船の帆のような印象もありつつ、見方によっては貝殻が重なっているような雰囲気で、朝、昼、夕方、夜と時間帯によってその印象が変わるのも美しいです。私も動画の中では朝、昼、夕方、夜の様子をそれぞれ映していますので、皆さんも参考にしていただいて、お気に入りの時間帯に訪れてみてほしいです。ちなみに気持ちオーストラリアは日没も遅めなので、その辺も考慮していただくと良さそうです。すぐ脇にかかりますハーバーブリッジとの組み合わせは、オセアニア屈指の絶景とも言われていますので、お気に入りのアングルでシドニー旅行の旅の思い出にぜひ収めてほしいです。2023年で50年を迎えたシドニーのオペラハウス。2007年には世界遺産リストにも登録されています。世界遺産リストの登録には10種類ある登録基準のうち1つ以上を満たしている必要があるんですけども、なんとオペラハウスが満たしているのは人類の創造的資質を示す傑作という一点のみ。そんな一点のみでも認められたというのは、それだけ建築物としてのクリエイティビティが高いことを裏付けているのかなと思います。こちら、オペラハウスの設計を手掛けましたのは、デンマーク出身のヨーン・ウツソン氏。
オペラハウスのコンペを勝ち取った当時は、まだ国際的な実績がなかったんですけれども、その独創性が見込まれ採用されるというまさに異端児。当初から懸念された屋根の部分の設計は困難を極め、デザインの練り直しも再三行われたようです。工事の開始が1959年で、当時は1963年の完成を見込んでいたものの、10年遅れの1973年に完成。なんとハーバーブリッジよりも長い年月をかけて完成しています。そんな工期の延長ということもありまして、建築費は開始当初の14倍にも触れ上がったとのこと。しかも設計を手掛けたウツソン氏が政権の交代に伴う予算面のトラブルでプロジェクトから撤退してしまって、その後完成を見ることができなかったとか、加えて世界遺産に登録された2007年の1年後に亡くなってしまいました。ただ地元紙がその栄誉を大々的に称えまして、翌年には追悼コンサートが開催されたとのこと。気づけば半世紀以上の困難を乗り越えて誕生したオペラハウス。今や世界中の人に愛されるその姿を可能な限り目に焼き付けてほしいです。もちろん天気がいいに越したことはないんですけれども、結構オーストラリアの天気はたとえ朝雨が降ってたとしても晴れてくるようなこともあります。実際にこの日も朝は結構雨だったんですけども、夜になっていくにつれてどんどん雲が晴れて素敵な景色に変わっていきましたので、皆さんも参考にしてほしいです。続いてはシドニータワーアイ。こちらはシドニーで最も高い建造物になっています。南半球でも2番目に高い展望塔を持つシドニータワーアイ。ウエストフィールドショッピングセンターが展望台の入り口になっていまして、入場料は大人1名40オーストラリアドルです。高さ309メートルでわずかに東京タワーよりも低いくらいのシドニータワー。展望台の高さは250メートルになっていますので、高い位置からシドニーの街並みを一望することができます。そして、なんと、スカイウォークというコンテンツも提供されておりまして、このコンテンツでは、地上268メートルの高さにありますガラス床にて歩くことができまして、スリル満点な体験になっています。勇気がある方は、ぜひこの機会にご挑戦ください。個人的な訪れるタイミングのおすすめは、シドニー旅行の最後の方。なぜかと言いますと、このシドニータワーアイからはほとんどの景色を見ることができますので、あの場所に行ったなーっていう思い出を振り返りながら見ることができるというところがとてもおすすめです。特にご覧のように日没が近いタイミングですと太陽の当たり方が幻想的になってきますので、個人的にはおすすめです。続いてご紹介しますのはダーリングスクエア、そしてダーリングエクスチェンジ図書館です。多くの観光客で賑わいますシドニーの湾岸エリアダーリングハーバーの再開発計画としてオープンしたダーリングスクエア。ここに来れば何でも揃うをコンセプトに20以上のカフェやレストラン、ビューティーサロンやアパレルなどが立ち並びます。特に注目すべきは日本人建築家隈研吾氏が設計した木製のコミュニティセンターザ・エクスチェンジ。先ほど映してたんですけども、まるで鳥の巣のような特徴的な建築物になっています。他にもこのダーリングスクエア内にはたくさんの美味しいご飯、美味しいスイーツなどがございますので、ぜひテイクアウトしていただいてこの素敵な空間でいただいてみてほしいです。そして最後にご紹介しますのはダーリングハーバーです。再開発により観光スポットとして生まれ変わったかつての貿易港ダーリングハーバー。まずはそんなダーリングハーバーの近くにあります水の美しさをテーマにした公園、タンバロング公園をご紹介します。ご覧のように円形に芝生が広がっておりまして、晴れた日にはゆったりとくつろぐことができます。また ICC シドニー国際会議場といった施設もありまして、その見た目もインパクト大です。もちろんこのタンバロング公園に向かう途中にもオーストラリアで人気のコーヒー店等もありますので、コーヒーなどをテイクアウトしていただいてお散歩するのも個人的にはいいかなと思います。貿易港として栄えた後に工場や造船所の残骸が立ち並ぶ廃墟になってしまったこともあるこちらのダーリングハーバー。1988年に建国200年を記念して大規模に再開発されて今の姿になっています。そんなダーリングハーバーは今ではシドニーの定番かつ人気観光スポット。海沿いにショップやカフェが立ち並んでいまして、夜になるにつれその夜景もより魅力的に変化します。毎週土曜日の夜9時には花火が打ち上げられますので、タイミングが合う方はぜひ楽しんでみてほしいです。
また海岸沿いのこちらのクックルベイワーフというところにはたくさんのレストランが入居していますので、この港を眺めながら美味しいご飯等をいただいてみてほしいです。またこんなアーティスティックな噴水等もありましたので、この辺で写真を撮っていただくのもいいかなと思っています。特に街歩きに最適ですし、やはり夜景がおすすめになっていますので、例えば先ほどご紹介したようなタワーアイを訪れた後にオペラハウスの夕方の様子を見ていただいて、最後はこちらのダーリングハーバーを散歩しつつ夕食をいただく、そんなコースがいいかもしれません。もちろんこのダーリングハーバーの近くにはたくさんの有名なホテルがあります。今回私が泊まったホテルよりももちろん値段高いかと思うんですけれども、せっかくの旅の思い出になるかと思いますので、気になる方はそちらに宿泊してみるのもおすすめかもしれません。以上、今回はシドニー注目スポット19選としてご紹介しました。全部で19のおすすめスポットをご紹介しました。今回私は3泊4日で訪れていますので、その日程感と合う方はぜひ全て回ってみてほしいなと思いますし、もちろん気になったところから Google マップにマッピングしていただいて、ご自身のペースで巡っていただくのもいいかなと思っています。また、本チャンネルはカフェチャンネルでございますので、グルメに絞った特集としてもご紹介していきます。もちろんその中ではオーストラリアといえばのコーヒーの名店もご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてほしいです。皆さんもおそらく過去のチャンネルの中でご紹介しているようなオーストラリア発祥のカフェを見つけることができるかもしれません。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。